ワンちゃんは忠実な友であり、私たちの喜びと悲しみを共有する存在です。しかし、日常生活の中で、飼い主さんが無意識に言ってしまうワンちゃんにとっての裏切り行為があります。これらの行動は、ワンちゃんとの信頼関係に影響を与え、彼らの感情や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。この動画では、そんな飼い主さんがやりがちな裏切り行為と、その影響、そして避けるための対策について解説します。ワンちゃんとの健全な関係を維持するための重要なポイントを見ていきましょう。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、散歩の約束を破る。ワンちゃんにとって散歩は、ただの運動以上の意味を持ちます。それは外の世界を探索し、社会性を養う貴重な機会であり、また飼い主さんとの絆を深める大切な時間です。しかし、忙しい日々の中で、私たちは時に散歩の約束を破ってしまいがちです。リードを手に取ると喜び勇んで、玄関まで走ってくるワンちゃんの姿を見て、散歩を約束したことを忘れてしまうことは、彼らにとって大きな裏切り行為となります。この行為はワンちゃんの心に不信感を生じさせ、飼い主さんへの信頼を損ねる原因となり得ます。ワンちゃんは日々のルーティンを重視し、約束を守ることで安心感を得ます。したがって、散歩の約束を守ることは、彼らの心の健康にとっても非常に重要なのです。その2、注意を怠る。ワンちゃんは常に飼い主さんからの注意や愛情を求めています。彼らは飼い主さんの表情一つ一つ、声のトーン、そして身振り手振りから多くを読み取り、コミュニケーションを取ろうとします。しかし、私たちが忙しさにかまけて、ワンちゃんへの注意を怠ったり、スマートフォンやテレビに気を取られてしまうと、ワンちゃんは見捨てられたと感じ、心に深い傷を負うことがあります。特に、長時間の無視は、彼らにとって深刻なストレスとなり、不安や孤独感を引き起こします。ワンちゃんに対して常に愛情を持ち、日々の生活の中で積極的に関わっていくことが、健全な関係を築く上で不可欠です。その3、過度な叱責。ワンちゃんは間違いを犯すことがありますが、その度に過度に叱責することは、彼らの心に恐怖を植え付けることになります。ワンちゃんは叱られることで何が間違っていたのかを理解するよりも、むしろ飼い主さんを恐れるようになる可能性があります。特に、声を荒げたり、身体的な罰を与えたりすることは、ワンちゃんと飼い主さんの間の信頼関係を深刻に損なう原因となります。ワンちゃんに正しい行動を教えるには、ポジティブな強化、つまり良い行動をした時に、褒めることが最も効果的です。愛情を持って接し、間違いを犯した時には、優しく正しい行動を教えることが重要です。その4、十分な運動不足。ワンちゃんにとって十分な運動は、身体的な健康だけでなく、精神的な健康にとっても非常に重要です。運動不足は、ワンちゃんにとって多くの負の影響を及ぼします。それは、過剰なエネルギーが原因で起こる行動問題や肥満、そしてその他の健康問題につながります。毎日の散歩や遊びを通じて十分な運動を確保することは、ワンちゃんの身体的、精神的健康を維持する上で欠かせない要素です。ワンちゃんが適切な運動を得られるように心がけることは、彼らへの愛情の表れであり、彼らの幸せを守るために私たちができる、最も基本的なことの一つです。その後、食事の時間を不規則にする。ワンちゃんにとって食事は、
ただお腹を満たすだけでなく、一日のリズムを整える重要なイベントです。しかし、私たち飼い主が忙しさに追われるあまり、食事の時間を不規則にしてしまうことは、ワンちゃんにとって大きなストレス源となります。定期的な食事時間は、ワンちゃんに安心感を与え、心身の健康を維持するために不可欠です。食事の時間が不規則になると、ワンちゃんは不安や混乱を感じることがあり、これがストレスや消化不良、さらには行動問題につながることもあります。ワンちゃんの健康と幸せを考えるならば、毎日決まった時間に質の良い食事を提供することが飼い主さんの大切な責務です。その6、愛情の不足。ワンちゃんは群れを形成する動物であり、愛情や注目を求める本能があります。飼い主さんからの愛情の不足は、ワンちゃんにとって深刻な裏切り行為となり得ます。ワンちゃんが求める愛情を得られないと、彼らは孤独や見捨てられた感情を抱き、その結果、不安定な行動や抑うつ状態に陥ることもあります。ワンちゃんへの愛情表現は、抱擁や撫でることだけでなく、一緒に過ごす質の高い時間、積極的なコミュニケーション、適切な訓練と遊びを通じても行われます。ワンちゃんとの健全な関係を維持するためには、日々の忙しさの中でも、彼らに十分な愛情を注ぐことが重要です。その7、安全でない環境を提供する。ワンちゃんの飼い主さんとしての責務の一つに、ワンちゃんに安全な環境を提供することがあります。しかし、鋭利なものの放置、危険な物質の手の届く場所にある、脱走の危険がある庭など、安全でない環境を提供することは、ワンちゃんに対する裏切りとなり得ます。ワンちゃんが常に安全で、心身ともに健康を保てるようにするためには、日々の環境管理に注意を払い、危険から守るための措置を講じることが求められます。ワンちゃんは自分たちの安全を自ら守ることができないため、飼い主さんがその安全を確保する責任があります。その8、健康チェックの怠慢。ワンちゃんの健康状態を定期的にチェックすることは、ワンちゃんを守る上で非常に重要です。しかし、忙しさや注意の欠如により、健康チェックを怠ってしまうことは、ワンちゃんにとっての裏切り行為に他なりません。定期的な健康診断、予防接種の更新、日々の健康状態の観察を怠ると、ワンちゃんが患っている可能性のある病気や健康問題を見逃し、治療が遅れる原因となります。ワンちゃんの健康と長寿を守るためには、定期的な獣医師による健康チェックと、日々の健康管理に対する飼い主さんの責任が不可欠です。その9、一人で長時間放置。ワンちゃんは群れを形成する生き物であり、社会的な交流を必要とします。しかし、私たち飼い主さんが仕事やプライベートで忙しい中、ワンちゃんを一人で長時間放置することがあります。これはワンちゃんにとって大きなストレスとなり、孤独や不安を感じさせる行為です。ワンちゃんが長時間一人でいることは、彼らの心の健康に悪影響を及ぼし、場合によっては、分離不安症などの行動問題を引き起こす原因となります。ワンちゃんの幸せを考えるならば、一人でいる時間をできるだけ短くする工夫や、留守番中に安心できる環境を整えることが大切です。また、長時間留守にする際は、ペットシッターサービスの利用や、信頼できる家族や友人に見守ってもらうなどの対策を考えましょう。その10、適切な訓練をしない。ワンちゃんにとって訓練は、単にマナーや命令を覚えること以上の意味があります。それは飼い主さんとのコミュニケーションを深め、信頼関係を築くための重要なプロセスです。適切な訓練をしないことは、
ワンちゃんの社会化と学習の機会を奪う行為であり、ワンちゃんに対する裏切りとも言えます。未訓練のワンちゃんは、しつけの問題だけでなく、他のワンちゃんや人との関わり方を学ぶ機会も失います。これは、ワンちゃんの社会性に悪影響を及ぼし、結果としてワンちゃんの幸せを損なうことにつながります。ワンちゃんのためにも、基本的なしつけやマナー、社会化の訓練に時間をかけることが、飼い主さんとしての責任です。その11、感情的な無視。ワンちゃんは飼い主さんの感情を敏感に察知しますが、飼い主さんがワンちゃんの存在や感情を無視することは、彼らにとって深刻な裏切りです。特に、ワンちゃんが遊びたがっている時や、何かを伝えようとしている時に、感情的な無視をすると、ワンちゃんは自分が愛されていないと感じ、心に傷を負います。ワンちゃんとの健全な関係を維持するためには、彼らの求めに応じて、適切な注意を払い、愛情を持って接することが大切です。ワンちゃんの感情を尊重し、彼らのニーズに耳を傾けることで、飼い主さんとしての信頼関係を深めることができます。その12、ワンちゃんの信頼を裏切る行動。ワンちゃんは極めて忠実な動物であり、飼い主さんへの信頼は計り知れないものがあります。しかし、その信頼を裏切るような行動をとることは、ワンちゃんにとって計り知れないほどの精神的な打撃となります。例えば、突然の環境変化、家族構成の変更、あるいは虐待や過度な罰など、ワンちゃんの安心感を著しく損なうような変化は、彼らの信頼を深く裏切ることになります。ワンちゃんの信頼を守り、彼らが安心して暮らせる環境を提供することは、飼い主さんとしての最も基本的な責務です。ワンちゃんとの関係を大切にし、その信頼を決して裏切らないよう心がけましょう。動画を通じて、ワンちゃんに対する飼い主さんの無意識の裏切り行為と、その影響を理解することができました。信頼関係を築くことは、ワンちゃんとの幸せな共生に不可欠です。今回学んだことを心に留め、日々の生活でワンちゃんに対する愛情と理解を深めていきましょう。ワンちゃんとの関係を大切にし、彼らが感じる不安やストレスを最小限に抑える努力をすることで、より豊かで健康的な共生が可能になります。ワンちゃんとの絆を深め、彼らが幸せで安心できる環境を提供し続けましょう。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。